Cambodia。ソーステイエリアです。今回は久々のアジア。そして私にとっても2009年初めてのバックパッカーの旅で訪れたとっても思い出深い場所でもあります。初バックパッカーの旅の目的は足跡をたどることとアポなし学校訪問でした。で、当時は私はまだ寄付とかボランティアの仕方を全然知らなかったので、100均で自分で行っていろんなボールとか縄跳びとかいろんな遊具をバックパックにとにかく詰めて、現地に向かったわけです。でね、行きたかった小学校は名前の情報しかなかったから、まずは現地人でその学校を知ってる人っていうのを探すところからスタートしたの。当てもないのにめちゃくちゃ親切じゃない？到着した小学校では授業を中断してもらって持ってきた遊具でたくさん遊んだ。あとはね、その学校の生徒さんのお家に訪問したりとか、井戸とか、あとは地雷を見せてもらって、なんか当時の私からしたらすごい新鮮で、日本で生活してたら知らない世界、環境とかがたくさんあって、もうとにかく貴重な体験でしたね。それでね、2014年にもう一回あの学校に行って、あの時のあの子たちはどのぐらい成長してるんだろうってすごい思って、もう一回カンボジアに行ったの。で、現地の人にまた同じように名前だけ伝えて、知ってる人を探してもらおうって期待していったんだけど、現地の人たちに名前を伝えたら、スマホを出して、あの時なかったスマホを出してね、Google マップを開いて、どんどん拡大してって。地図に載ってないとこはいけないよねって普通に言われちゃったの。もうめっちゃびっくりした。文明が発達するとなんか失われていくものもあるなってちょっと感じちゃったな。東南アジアのインドシナ半島南部に位置するカンボジアは、タイ、ラオス、ベトナムと国境を接していて、南はタイランド湾に面している。首都はプノンペン、東洋のパリと謳われる美しい街です。プノンペンには飛行機の直行便があって、シェムリアップは直接行けないから、タイかベトナム経由で行って、私たちバックパッカーの手段ではタイからまた陸路でバスも出ているから、そっちも使ってもいいかも。ただバスだとね、だいたい10時間から12時間ぐらいかかったかな。入国にはビザが必要だから顔写真も忘れないでね。現地でも取れるけど。フラグのタイプは AAC、SE、そして通貨はリエルなんだけど、桁数が多いからぼったくりに気をつけて。で、現地で交換しないと帰ってきても交換できないから、そこも注意点。そしてカンボジアといえばアンコールワット、世界三大仏教遺跡のうちの一つだよね。150年前には存在すら知る人がいなかったらしくて、密林の奥深くに眠り続けていたの。私の初見は旅知識もなく、写真でも見たことなく、想像すらしていなかった遺跡で、見た時にめちゃくちゃ叫んだ。すごーいって、本当にこのぐらい。もっとかな。もう本当に美しくて神秘的な場所だよ。さすがクメール建築の最高峰。朝一の逆光のシルエットからもう水面に映るあの景色がもう半端ないです。絶対朝一は見た方がいい。逆光だからって行かない選択肢はないかな。ということで今回はアンコールワット周辺をご案内します。巨木の根に浸食されたタプローム、アンコールトム、ロリオス、サンセットスポット、プノンバケン。ここからアンコールワットを探してみよう。プレループ、プノンクロム、郊外の人気遺跡、ベンメリア、東洋のモナリザ、プノンクレーン、クバールスピアン。そしてちょっと遠出するならこの3つ。後継、サンボープレイクック、プレアビフィア。ちょうど初旅の時に学校訪問を終えて帰り道塩マンゴーを屋台で食べていた時に、軍人というか兵士さんたちが車に乗って通ってったのを見て、でそれは後々プレアビヒア問題でタイとカンボジアが戦争している時期だったっていうのを私は知りました。なんか歴史の中にいるって感じじゃない？みんなは史上最悪の独裁者といったら誰を思い浮かべる？ヒトラー、スターリン、毛沢東、いろいろいるけどカンボジアにも一人いました。ポル・ポトです。今回は史上最悪の独裁者ポル・ポトに焦点を当てて見ていきます。 History。第二次世界大戦前、フランスの支配に立ち向かったカンボジア王家のシアヌークは独立しようぜ、そう世論に訴えてカンボジアは独立した。その頃の世界の動きは冷戦中。説明して。ソ連とアメリカが核兵器を手にした。でも戦争を起こしたら世界が滅びる。それを知ってていがみ合い、独立したカンボジアがどっちにつくのか大注目だったの。結果は共産主義になり、アメリカはわなわなしたよね。みんな共産化するんじゃない？敵増えちゃう？カンボジアの主権を握
握っていたシアヌークは国内の過激派に不安を抱いて彼らを国外に追放した。その過激派に所属していたのが今回主役のポル・ポトだよ。ちなみにポル・ポトは偽名で本名はサロトサル。当時のカンボジアの貧困層の中ですごくポピュラーな名前だったポル・ポトって名前だけど、彼は裕福な農家出身で名門の小中学校に行ったけど、高校で勉強についていけなくなって大学受験失敗、フランス留学挫折、エリートに対する劣等感を感じていた。そんな時に出会ったのが共産主義思想。学歴も才能も関係ない、何よりも全員が平等っていう考え方。めっちゃ理想的、求めてたやつよ。理想の国を作るぜ。そんな野望を抱いた。時を戻そう。シアヌークに国外通報されたポル・ポトは人気のない村や集落に身を潜めていた。貧しい農民が正しくて金や宗教にとらわれている人間が異常だ。こうして史上最悪の思想を持つクメール・ルージュが出来上がった。その頃のカンボジア国内ではわなわなしていたアメリカが隠れ資本主義者の権力者ロンドル将軍を支援してシアヌーク王不在のタイミングでカンボジアを乗っ取らせたのだ。資本主義国アメリカによる乗っ取り、ベトナム戦争にも巻き込まれた。こうしてロンドル将軍への不信感が募った頃、国を乗っ取られて困っていたシアヌークはかつてサロトサルと名乗っていたポル・ポト自身が追放した過激派がクメール・ルージュと名乗っていたことを知らずにタッグを組んだ。無事に将軍を追い出すことができたポル・ポトはカンボジアの英雄として国民に歓迎されてついにトップへと上り詰めた。理想の国を作るぜ。こうして原始共産主義が始まっていく。この考えは逆らうやつは全員シベリアに送れ。スターリン、どんだけ国民が死んでも自分が生きれば勝利じゃ。毛沢東、そしてポル・ポトの考え方が合わさってできたものだ。国を良くするためにと集められた知識者や技術者は片っ端から処刑されました。農業以外はこの国にはいらん。メガネをかけてたらインテリだから処刑、ラジオを聞いてる人も知識人っぽいから処刑、本を読んだら文字が読めるから処刑、手が綺麗なのは農業してないから処刑、子供に教育したら処刑、娯楽を楽しんでも処刑、貨幣を持っていたら処刑、イケメンや美女は原始共産主義に反するので処刑、人と付き合ったら社会風俗を乱すことになるので処刑。その結果カンボジアの国民はポル・ポトによって3年間という短い間で約200万人も殺されてしまいました。その割合はなんと25%、日本国民に例えると東京、名古屋、大阪の人口が全部殺されたようなものです。とにかくとんでもない人数が虐殺されたっていうことは伝わった。彼の身勝手な政策でカンボジアから知識人は消えて、病院はまさに子供病院、当てずっぽうの診療で、それが原因で亡くなった人も多くいたそうです。この負の歴史はキリングフィールドに今も残っています。ジオグラフィー。カンボジアの中心には東南アジアで最大のトレンサップ湖があり、メコン川の支流になっていて水運と漁業、農業を支えている。特に雨季はすごいの。湖自体には世界で最も多くの魚がいると信じられていて、その多様生物の数はアマゾン川に次ぐと言われているほど。そこにいるジャイアントバーブフィッシュはなんと3メートルになるものもいるらしいよ。すごっ。フード。カンボジアの主食は私たちと同じお米で、世界最高のお米とも言われています。ほとんどが農薬を買うことができないので、食材は新鮮でオーガニックなものが多いです。タンパク質は魚から取られることが主流なんだけど、それ以上に昆虫食で取られることが多いです。昆虫は栄養価が高くて脂肪と炭水化物が少ないの。そしてタンパク質が多いから、ダイエット女子と筋肉男子にはもってこいの食材だね。フォルムは慣れかな。しかも牛肉や鶏肉の何分の1かの価格で同じ重量を手に入れることができるの。私も過去にトライしたことがあります。日本でも徐々に注目されつつある昆虫食、皆さんトライしてみては。カンボジアの定番朝食は屋台でヌードル、香りが特徴のサラダ、絶品カレー、ピリ辛牛肉、カンボジアの塩辛、小腹が空いたら揚げバナナ、チンミ、バロット、カエルの丸焼き、タランチュラ、サソリのフライ、その他もろもろスナック感覚、ビールのおつまみだよ。いかがでしたか？欧米人にも人気のカンボジア、ぜひみんなチェックしてみてね。では本日もご視聴ありがとうございました。またね。